はい、あぐりふくちゃんです。今日はですね、昨日のうちにモンカット、オリゼメイト、トロピコートを散布した後に土寄せをするという工程をしていこうかなと思います。農薬の説明については前半に説明したいかなと思います。ほんならテスト。はい、1番はですね、こうなってるよ。何の音？チャイム。チャイム。 5時のチャイム。5時のチャイムになってるんで。そうそうそう。鳴ってる時に撮ったらあれでしょ。じゃないの？違うの？違うんだったらいいけど。はい。では、モンカットですね。こちらは、また、この前と農薬には似てるんですけど、白絹病を主に、白絹ですね。ネギに対しては4キロから6キロ、土寄せ収穫前日まで、30日までですね、3回できるということで、このモンカット、白絹が、去年も白絹出たので、その対策として、これは、治療予防、どっちかっていうと予防です。それをしていきたいと思います。それと、いつも使いますけど、オリゼメイト。これは軟腐病のみですね。軟腐病、ネギの軟腐病は6キロですね、一旦に対して。土寄せ30日まで。前までですね、2回っていうことで、オリゼメイトを。これもどっちかっていうと予防だよね。使っていこうかなと思います。で、また、1回目に入れるトロピコートですね。これ毎年、いつも同じようにかけてますけど、単価が安い。カルシウムが入ってる。で、成分としては、吸収率が高いということで、細胞強化、品質アップ、速攻吸収ですね。で、窒素が入っててカルシウムが入ってるということで、カルシウムを入れるのは、長雨に対しての対策で、今後の高温に対しての対策で使っていきます。で、元肥ではなく必需肥ですね。で、元肥には入れてないんですけど、これで土の中のカルシウムミネラルの吸収を良くするということで、でネギもですね、カルシウム欠乏になると生理障害が出てしまうので、それを防ぐということも兼ねてかけています。でここにですね、野菜については一旦に対して3、4袋と書いてありますけど、私たちは一旦に対しての追肥で、2袋使いますね。これ以上多くするとカルシウムなど窒素が多くなってしまうと病気が入りやすくなるということで2袋にしています。そんな感じかな。で、これを昨日追肥をし終わった後ですね。追肥をし終わった後に今日、第1回目の土寄せをしていこうかなと思います。溝を掘ってあるところをそこの土を埋めるという感じで、上げるんではなくて埋めるという感じでしていこうかなと思います。30度超えれば病気が入りやすいっていうふうに言われているので、30度超えないうちにしていこうかなと。まだ梅雨明けていませんが、その対策としてね。時間が良くて今日だったので、とりあえず様子を見ながらですね。で、昨日の鹿児島の大雨で若干ネギのあれが倒れてたので、倒れてるものに対してトロピコートを使うという感じでもあります。
カルシウム剤を入れてちょっと丈夫にしてあげるような形でしていこうと思ってこのトロピコートを選んでるので、それで様子を見ながらですね、1回目あげた後からちょっと1ヶ月ぐらい様子を見てから他の資材を選んで使っていこうかなと思います。では第1回目の、管理機で畝上げですねしていこうかなと思います。ではどうぞ。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいねボタンよろしくお願いします。